さんが寝る時のスタイル知りたいよね。知りたい。どういう風に使ってるのか。おはようございます。おはようございます。昼です。昼ですね。この流れ鉄板ですね。遅い。また飛んでるだ。飛んでるだ。なんでかな。まっすぐになるんだよね、一回口が。そっか、取りやすくなるのか。そうで、よしと思っちゃって、いつも始めちゃうんですよ。全く同じところで始めてるってことだ。そうなんです。すいませんね。おはようございます。おはようございます。今道志村に来ております。はい、これですね。これです。キャンプ。これです。はい。キャンプに向かってます。はい。前回に引き続き、うん。今日も気になるコメントにお答えしていきたいと思います。はい、お願いいたします。見て、ボスから出たフルーツティー。フルーツティー 600mg も入ってる。あ、600ml も入ってる。めっちゃ美味しいやつ買いました。でで明日まで持ちそう。議論の時間です。はい。いつもたくさん動画を見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。そしていつもいっぱいコメントをいただき嬉しいです。はい。そして今日もそのコメントの中からご質問だったりとか気になることっていうところで書いてくださっているコメントを私たちが勝手にピックしてご紹介していきたいと思います。はい。じゃあ早速今回の気になるコメントよろしくお願いします。ででん。ベッドにしているのは厚みのあるインフレーターマットですか？10センチのインフレーターマットを探していて、はい。バックにするか DOD にするか悩んでいます。4人家族なのですが S を家族分買うか M と L にするか悩みどころ満載です。はい。どこのインフレーターマットを使っていますか？はい。というコメントでございました。これ僕が訂正したやつですよ。そう、なんか私間違えちゃって間違えて売ってた。そう、自分で買ったのに、自で。分でインフレーター買ったのになんかすっごい初期の頃のインフレーターの情報を書いちゃって、はい。申し訳ございませんでした太郎ちゃんが直してくれました。はい。ちなみにこのコメントいただいた動画で使ってたのは、インフレーターマットではなくて、コットを 2way の高さになるハイローコットをローで使ってまして、それにラグをかぶせてたんだよね。はい、結構ねコットの上にインフレーター敷く時もあるんですけど、夏は割とサボりがちで、冬になると下からの冷気を遮断したいからインフレーターとコットと両方敷くことも、あるにはあります。結構このインフレーター問題、よくコメントをいただいていたので、今回はこちらを確かにピックしてみました。結構大きい課題ですよね。そう、しかもこれって人数分いるじゃん。で、寝心地問題ね。そう、はいはい。厚みどんぐらいあったら河原でも寝れるのかとか、このコメントいただいた方は、サイズをどうしたらいいかってことよね。そう、厚みはもう決まってて、サイズをどうしたいかってことですよね。そうで、ワックか DOD にするか悩んでて、4人家族でサイズを悩んでいると。はいはい。で、まずどこのインフレーター使ってますかっていうことなんですけど、はい、うちが使ってるインフレーターはハイランダーの5センチのなんかスウェードみたいな生地のシングルを2つ使っております。で、もともとはそのクイックキャンプっていうところの8センチだっけ？そう、8センチのインフレーター使ってたんですけど、1年間以上は使ってたよね。車中泊の場合は、下がね硬いから、椅子を倒したところに乗せるとボコボコじゃん。それを、できるだけ平らにしたいってことで厚みのあるのを選んだんだけど、テントでしか使わなくなったんで5センチでいいんじゃないかっていうので買い替えたんですよね。そう、あとは生地がそのスウェード調で肌触りが良かったっていうのがあって、あとはやっぱりちょっとインフレーターがね大きいから、サイズがやっぱり、で本当は最初10センチもうちも迷って、でもやっぱり畳んだ時の大きさがねちょっと最初キューブだったんで、日産の、10だと結構大きいねっつって8にして、いいじゃん
いいじゃんと実際試してみたらデコボコを感じなかったんで。あとは値段ね、値段、10センチの DOD の外根の極みだったり、あと最近ワックからその出てる、まあ寝心地は分かんないの、俺ワックのは寝たことないんだけどね、でも DOD のはこう使ってる人のやつに乗せてもらったことあって乗っかった。そうめちゃめちゃ良かった。めっちゃ良かったよね、こんな快適なんだみたいな、やっぱりそのウレタンが入ってるからめちゃめちゃいいんだけど、まあ高いと。高い。そうっていう部分でうちは買わなかったんですよ。そうでいっぱい検索しまくって、まあその最初クイックキャンプで、次がハイランダーのインフレーターマット、まあ2個買うしさ、人数分買うから、あじゃあこれだなってとこで価格でも落ち着いたっていうか、噂ではワックでも一緒だって言うけどね。ね、で、まあ問題のそのサイズなんだよね。そのシングルを4人家族4つ、はい、4です買うのか、ML、でこうなんかクイーンってキングベッドみたいにするのかってことですよね。なんかさ、メリットで言ったらさ、4個さ空気入れなくていいじゃんって思ったの。ああはいはい。だけどさ、バラバラにいろんな形で置きたいとか、テントのサイズだったり、まあ2人でキャンプ行ってくるとかっていう時にバラバラにね使えた方がいいとは思うけど、そのデメリットはバラバラにならないっていうところだったり、でもメリットは空気膨らますのを大きいので賄っちゃえば4個やらなくていいっていうのがあって、あとはやっぱそのキャンプスタイルじゃないですか。まあ、必ず4人でね行くとかっていうのもだったらその ML でもいいと思うし、M と L ね、あとテント、テントも必ずインナーテント使ってとかだったらそれでいいかなって思うんだけど、確かに、コットってなったらね、そうコットってなると困っちゃうよね、剥がれないから、そのシングル、やっぱシングルが人数分っていう方がいいよね。コットの上にも使えるし、なんかさ、この4人家族っていうところがさ、もしさちっちゃいお子様とかだったらさ、コットじゃなくてもうバーって下に寝ちゃうよみたいな感じだったらさ、大きい方が楽なのかもね。ワックも乗ったわ。三河さんの社長が使ってたじゃん。あ、そうだそうだ、あ、めっちゃ良かった気がする。ふっかふかだったよね。ふかふかだった。だから変わんないよね、寝心地は多分、なんでまあそのスタイルにもよるよね。後々やっぱりコット使ったりとか、こう離してレイアウトしたりとかするとなると人数分やっぱお金かかるけどあった方がいいよねっていう。子供さんが何年生なのかによりそうじゃない、でまあいらなくなったら売れるかもしれないしね。そうだね、うちもね、売ったりするし、私がちっちゃい時はやっぱりなんかマットレスみたいな、なんかでっかいので横に4人家族4人で寝たりしてたけど、やっぱもう小学校高学年中学校ってなってくると、くっつかなくてもみたいなのがあって、別々でもいいかなみたいな思うけど、でうちはそれなんで、まあ、インフレーターマット5センチの薄いやつ、寝心地は良くないんですけど、でやるか、コットスタイルでコットの上に寝るか、もうちょっと寝心地よくしたいって時はコットの上にインフレーターマットをやるか、それこそ今日これからキャンプで初なんですけど、はい、エアベッド、ちょっとしっかりしたエアベッドを買ったんですよ。お姫様エアベッド、まあこれの寝心地がどうなのかっていうところで一回失敗してますからね、そうでもね、正直もうその外根の極みとかのやつよりは良くないと思ってる、家で一回膨らましたけどそれはもう分かってるんで、寝心地で言ったらやっぱりそのウレタンの入ってる10センチのやつがもう一番いいんじゃないかなって思うんだよね。もういいにはいいに決まってるさっていう感じだけど、畳んだ時のでかさと値段と、そうだね、毎回それが必要なのかという部分ですよね、っていうことで結構永遠の課題なんだよね。課題、本当、この寝るものに関しては結構ね、課題ですよね。うちも欲しいもん、
ウレタンのやつ欲しいね。全然詰めちゃうし、持っていけるならふかふかに寝れるに越したことはないです。欲しいよな。けどやっぱり価格がちょっと高いなって思うからなかなか手を出せず。あとやっぱ本当にでかかったからさ、収納した時、まあね、キューブの時になんかやっぱこれ2本大きいなってよく言ってたんだよね。まああとはコットの選び方にもよるけど、結構好きな人は多いよね。張りがあってはい寝やすいっていう人も多いからね、コットンの方が。そうだね、なんか地べたがあんまり好きじゃない人、まあ、荷物を下に収納したりもできたりして、意外と使い勝手がいいからね、椅子にもなるし。そうですね。ただ本当にただの布だから、すごく寒い時は下敷いてないと底冷えがすごいよね。まあ高さ出してる分直じゃないんだけどね、それでも冷気をシャットアウトするマットとか敷いた方がより良きかなって感じですかね。そうですね。っていうことはスタイルによるということですスタイね。ルによるんですよ。だから何とも言えないんだけど、まあシングル4つの方がいろいろと後々レイアウト組みやすいかなっていうのは思う。ただそれは価格とかを考えなかったらってことですけど。まあね、それから子供たちの分を大きいの、大人を別々一個一個とか、まあボタンでくっつけれるからね、つなげようと思えばつなげれるし。外での不安とかも知らないです自分のインフレーターマットのやめな話さいしてたまあだから寝心地で言ったら、まず問題ないと思うし、それ選ぶならね、俺らも欲しいぐらいなので、ちょっとね、まあ、このシェビーバンのもマットを敷いてるんだけど、車中泊用になんか安物感があるなって思ってて最近、楽なんだけどね。超楽。三つ折りになるよくあるマットです。一長一短な部分があるかもしれないですけど、どうでしょう、もしなんかうちこんな風にしてるよとか、これおすすめだよみたいな使い方とかご存知の方いらっしゃいましたら、そうですね、どしどしコメントをお待ちしてます。皆さんが寝る時のスタイル知りたいよね。知りたい。どういう風に使ってるのか、インフレーターで寝てますとか、コットン使ってさらにインフレーター敷いてるよとか、なんかそのスタイルをぜひ教えてください、コメントで。なかなかね、知り合いに会ってもさ、ちょっと寝てるとこ見せてもらっていて、なんかインナーを見づらいよね。側は見てもインナーの中まで見せてくれってなかなかね閉じてたりするとさ、なんか荷物とかあれなのかなとか思ってですね。ということで、今回はキャンプでの寝心地理論でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントいただいた方もどうもありがとうございました。はい、ちょっとこのシリーズ好評であればやっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。よろしくどうぞ。そして他にもいろんな動画やってますので、キャンプとか田舎暮らしとか車中泊とかもやってますので、ぜひそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。斉藤でございました。めっちゃ朝土砂降りだったけど晴れてる。晴れたね。よかった。今日はセンタービレッジキャンプ場に行きます。久しぶり。1年ぶりぐらい。ちょっとナビってもらっていいですか。そろそろだと思う。さよなら。さよなら。